買ってはいけないホンダ車。2022年で創業74年となったホンダ。人に移動の喜びと操る喜びを提供することを信念に四輪車を販売してから100車種ものホンダ車が登場してきました。そこで今回は心の底からホンダを愛し、ホンダ車を紹介しているホンダイズムが考える好きだからこそ買うことをお勧めできないホンダ車を紹介します。皆さんこんばんは。ホンダイズムのグレースです。このチャンネルでは一般では手に入らないようなホンダ車の情報、ホンダ車を購入する前の注意点、車を買う時に損しないような情報など、ホンダに特化した情報を発信しています。ホンダ車が好きな方はぜひチャンネル登録をお願いします。では早速、ホンダイズムのグレースが考える買ってはいけないホンダ車を発表します。ホンダ車が好きだからこそおすすめできない車の名前はジェイドです。ジェイドと聞いて車の形や室内空間について思い出せた視聴者の方は本物のホンダファンかもしれません。ジェイドは中国市場で発売され、日本には逆輸入車両として2015年2月に発売されました。発表当時は3代目オデッセイのようなスタイリッシュな見た目と高級感のあるインテリアで注目を集めました。またコンパクトサイズながら3列シート仕様となっていることもあり、かっこいいだけではなくファミリーカーとしても使える車となっています。しかし実際発売してみると、月間目標台数3000台に対して最高で2789台、一番売れない月は1台しか売れないという月もありました。その結果2018年5月には月間目標が500台にまで下げられているのです。ではなぜここまで売れなかったのか。ホンダイズムが考える欠点が3つあります。それは中途半端な2列目のスライド機能、乗員の頭が外に出る3列目シート、ホンダ車とは思えない狭い荷室空間という欠点です。それではこの3つの欠点を解説していきます。まず中途半端な2列目スライド機能についてです。皆さんは大衆車の2列目といえばベンチシートか前後移動する独立シートというイメージがあると思います。しかし今回紹介しているジェイドは斜め移動をしながら前後するという奇怪な動きをします。そんなに悪いことなのかと思われた方、グレースも発売当時はそう思いました。ですがこの動きにはもう一つ落とし穴があるのです。それは中途半端なキャプテンシートになってしまうという点です。一般的なキャプテンシートは一人掛けで広々と使えることやシートの間を通路として使用できますが、ジェイドではキャプテンシートではあるもののネズミが通るかのような細い通路が出現するだけで3列目にはスムーズにはいけないのです。そしてシート同士が近づいてベンチシート仕様になると思いきや、シートとシートの間についたてのように設置された非格納式アームレストによってシートアレンジは独立シートのみという状況です。過去に紹介した初代ステップワゴンと比較すると本当に同じ会社が作っているのかと思うシートですね。次は頭が外に出る3列目シートについてです。皆さんはオープンカー以外に頭が外に出たことはありますか？多分ほとんどの人が経験にないと思います。しかしジェイドは3列目に座ると漏れなくトランクを開けた際に頭が濡れる仕様になっています。なぜか、それは3列目シートの上部にトランクゲートの開口部があるからなのです。通常トランクを開けても3列目の頭はルーフの下になるように設計されています。しかしジェイドはトランクゲートの開口部が3列目シートのヘッドレストよりも前方向に設計されているため、雨の日にトランクを開けるとテールゲートの水がかかってしまうのです。また普通の車でも横殴りの雨になれば濡れることがありますが、ジェイドは濡れるというよりもシャワーを浴びているような濡れ方になってしまいます。最後はホンダ車とは思えない荷室の広さについてです。ホンダ車といえば本田宗一郎が提唱した MM 思想をもとに日本の自動車業界において空間の広さや
荷室空間の広さに定評があります。しかし異端児のジェイドはホンダ社でもトップクラスの荷室の狭さなのです。これはホンダのホームページを見ていただければ一目瞭然です。荷室の説明では最初から3列目を倒した時の格納を紹介しています。これに関しては同じコンパクトカーであり3列目使用者が設定されているフリードにも荷室空間が狭いという問題があり跳ね上げシートを宣伝していますが、ジェイドはフリードよりも全幅が約 400mm も長い設計となっているのに荷室が狭いというところで、なぜ荷室を広くしなかったのかホンダ好きとしては納得がいかないところなのです。いかがでしょうか。ホンダ社の中でもトップクラスで方向性が異なるジェイドについて解説しました。しかしホンダもユーザーからいろんな課題を出されて黙っている会社ではありません。2018年5月、ジェイドのマイナーチェンジモデルを発売しました。マイナーモデルチェンジでは先ほど挙げた3点、中途半端な2列目のスライド機能、頭が外に出る3列目シート、ホンダ社とは思えない荷室空間をある方法で改善します。それは2列目をベンチシートに変更し3列目をなくして荷室にした5人乗りタイプを設定するということです。2列目をベンチシートにすることでシームレスなシート使用が可能になり、3列目と2列目のスライド可動域分を全て荷室空間とすることで歴代トップクラスの荷室を手に入れることができたのです。そして頭が外に出る3列目シートは2列使用を選択することで乗車人数は減りますが解消されたのです。このようにホンダは初代の失敗とお客様の声を車作りにしっかりと反映できるいい会社なのです。買ってはいけないと言いましたが初代にもいいところはあり、使用するユーザーによっては初代が良いという方もいると思います。だからこそホンダも3列仕様は引き続き販売しニーズに応えているのです。グレースとしては中古車のジェイドの購入を検討されている皆様には荷室空間が広く2列目が快適になった2代目ジェイドの購入をおすすめしておきます。今回の動画はここまで。買ってはいけないホンダ車いかがだったでしょうか。ホンダイズムの個人的な意見で不快な気持ちになったジェイドに乗られているユーザーの皆様申し訳ございません。もしもホンダイズムが気づけていないジェイドの良さがあればコメント欄にお願いします。それではまた来週。